ようこそ。今回はマイクラ Java 版のシュルカートラップができたので、ご紹介したいと思います。材料は簡単に手に入るものばかりで作ってみました。ソウルサンド不要の半自動シュルカートラップです。いつもはサバイバルモードですが今回はクリエイティブモードで作りました。難易度ノーマルなので問題はないと思います。上には色々試した残骸がありますが、今回作るのは一番奥にあるトラップです。では早速作っていきます。エンド本島のエンダードラゴンを倒したら、エンド外周にワープできるゲートが本当のどこかにできるので、エンダーパールを中心に投げて外周に行きます。外周のどこかにあるエンドシティを見つけて、シュルカートラップを作成します。エンドシティにはエンドシップがついていることがあり、中にはエリトラが額縁に飾られていますね。シュルカーはブロックの正方形の部分にワープできるので、トラップを作る場所は、シュルカーに飛んで欲しくない場所が周りにないところがいいです。ワープの範囲はシュルカーを中心とした17マス ×17 マスの立方体の中です。エンドシティから離れすぎても不便になるからほどほどに離れます。シュルカーがいる16マス以内に入ると、シュルカーのボール攻撃が飛んでくるので、トラップにシュルカーを連れてくるまでは近寄りたくないですね。今回は少し離れすぎているかもしれませんが小高くなっているここにします。足場ブロックを地面から上に向かって8マス以上重ねておきます。今回は10マスの高さまで足場を置きました。足場の上にハーフブロックを2個置きます。置いたブロックの横上側にハーフブロックを置き、足場上のブロックは取っておきます。ハーフブロックで 12×10 の枠を作ります。中を埋めて床にします。床に線路を敷いていきます。12マスの中央あたりにレッドストーンブロックを4個置きます。2マス開けてレッドストーンブロックを置いていきます。パワードレールを置きます。外側には4個、内側は3個程度で大丈夫です。線路をつなげていきます。レッドストーンがない片方の線路は2ブロック分開けておきます。あとはこのように線路を2ブロック間隔で敷きます。ここは内側に曲がるように置きます。端の線路につなげます。開けていた2マスの部分は外側に線路を向かせます。上に向かって階段状にブロックを置きます。ブロックにレバーをつけておきます。階段はレッドストーンブロックでも大丈夫。その場合はレバーなしになります。同じ階段をあと5個作り、合計6段の階段にします。
こんな感じになります。2段から5段目はボタンでも大丈夫。6段目に上付きハーフブロックを置きます。置いたブロックに向けて右方向に3個、階段を前にして5個ハーフブロックを置きます。端をつなげます。階段にパワードレールを置きます。階段前ブロックに4個パワードレールを置きます。線路をつなげます。パワードレールの反対側は1箇所開けておきます。開けておいたハーフブロックをレッドストーンブロックに変えて、アクティベーターレールを置きます。アクティベーター横にハーフブロックで 7×4 の床を作ります。床にボタンを5個置きます。横にガラス板を2個。2段にして左につなげます。3列ある床の真ん中の横にハーフブロックを置きます。ブロックの上から向こう側にボタンをつけます。上にガラス板を置いていきます。下側にもガラス板をつけたけど上側についていればなくてもいいです。次は床のハーフブロックを1列増やします。外側のガラス板も1列増やします。ガラスブロックをこのように置きます。反対側にもガラスブロックとボタンを設置します。床から見て左にドアをつけます。ドアの右上側にガラスブロックを設置、下は開けておいてくださいね。1マス開けた後ろに先ほど置いたブロックがあります。ブロックの手前にパワードレール。次はディテクターレール。ディテクターレールの手前にレッドストーンブロックを置き、その上にパワードレールを置きます。パワードレールに余裕があればつなげてつけておきます。節約したい時にはレールでもいいです。屋根を下付きハーフブロックでつけます。こんな感じです。
間があるけどこのままでも大丈夫。つけたかったらつけます。ハーフブロックで2列、または4列の長さが23マスの道を作ります。今回は2列で作ってみますね。10マス目のマーク。23。次は線路をつなげます。ところどころにパワードレールを入れます。線路横もワープ防止でボタンやカーペットを置きます。道の横には壁をつけます。22マスまで壁をつけます。次は下付きハーフブロックの屋根。壁にガラスブロックを設置。カーペットでもいいけどドアをつけてガラスブロックを線路上に設置。23マスの先にハーフブロックを9マスこのように置いていきます。端から 4×13 の床を作ります。縦の合計が14、幅4の床ができました。1列空けて2段のガラスブロックを9マス置いていきます。ブロックを一番手前の下に置きます。1マス空けてハーフブロックをこのように置きます。先ほど置いたブロック上にも同じように置きます。反対側に回ります。1マス空けてブロックを2個置きます。置いたブロックの上にトラップドアをこのように置きます。カーペットを1枚、ボタンを3個設置。ハーフブロックで屋根をこのようにつけていきます。ここは開けておきます。下向きのディスペンサーを設置します。ディスペンサー横のハーフブロックを取って、ホッパーをディスペンサーに向けて取り付けます。ホッパーを端までつなげます。ホッパー下のブロックに上付きハーフブロックを2列この位置までつけます。置いたハーフブロックの上に行き、レッドストーン回路を作ります。ここはハーフブロックです。1マス開けてブロック。レッドストーントーチ設置。
次はレッドストーンコンパレーター設置。端は開けておきます。開けておいたところにレッドストーンダストを置きます。ブロック横にレバーをつけてオン・オフできるようにします。このようになります。次は線路を設置していきます。回路の下を通り端まで行きます。ハーフブロックをこのように置きます。ボタンでテレポート防止します。ブロック手前にパワードレール設置。次はディテクターレール。手前のハーフを取りレッドストーンブロックを置いて、その上にアクティベーターレール設置。手前にレッドストーンブロックとパワードレールを設置。線路をつなげていきます。ところどころにレッドストーンブロックを置いてパワードレールを置いておきます。線路をこのように曲げておきます。レッドストーンブロックとパワードレール設置。道の方向にレールをつなげます。ハーフの上にパワードレール。パワードレール手前にブロックを設置。ボタンをつけます。曲げた線路の先にチェスト、砂、サボテンを置きます。チェスト上にホッパー。ホッパーの上に線路を置きます。シュルカーがガラスブロックの中以外にテレポートしないように、カーペットやボタンをつけます。ディスペンサーにもつけておきます。アクティベーターレールの後ろにブロックと壁をつけます。レッドストーンブロックの下は足場でつけるよ。線路の上とここの屋根にも忘れずに。ドアの前に居座られると困るので下に1個置いてみました。足場の上にも来るのよね。階段のレバーを引いておいてトロッコを走らせておきます。さて、いよいよシュルカーを連れてきますがまだ終わりじゃないよ。ハーフブロックでエンドシティと線路をつないで、下の線路横にアクティベーターレールを端に置きます。線路をシュルカー横に敷いてシュルカーをトロッコで運びます。乗り換え。無事に到着。シュルカーをガラスブロックの中に連れてきます。トロッコをこのパワードレールに乗せてボタンをポン。来た来た、シュルカーが乗ってます。トロッコは勝手にチェストに入ります。決まった場所にシュルカーが到着。
屋根の1箇所開けておいたところからスノーゴーレムを入れます。シュルカーにデスしてほしくないので、治癒のスプラッシュポーションをホッパーに入れて、レバーをオンにします。オフの状態で先に治癒のスプラッシュポーションを入れておくと良いですね。すると約10秒ごとに治癒のスプラッシュポーションが落ちてきて自動でシュルカーの HP が回復します。分裂してテレポートしましたね。トロッコで運ばれてシュルカーの部屋にいました。この道から見れば安全。少し放置してシュルカー増殖中。線路の上にエンダーマンよけを作ってみました。床の高さは3マス目の植え付きハーフです。トラップの中のシュルカーの位置が真ん中になるようにしています。周りは壁、ハーフ4個、水バケツ4個で中心から流しています。シュルカー部屋のシュルカーが5匹に増えて、トラップのシュルカーがデスしても、ここからまた運んでカラー集めができるので、トラップ作成の再開です。シュルカーは8マス以内にテレポートしてしまうので、シュルカーの部屋から8マス目に壁で目印をします。土をホッパー状の高さに置いていきます。目印の手前まで土を置きます。ポーション用ホッパー箸の1個にかからないようにします。大きさは 12×8 ですね。土の上に足場を敷き詰めます。角の足場を2段にして、その上にハーフブロックを置き、周りを囲います。その中を土で埋めます。土の上に足場を置きます。同じように下付きハーフブロックを置き土を置きます。このようになります。土の中央にレッドストーンブロックを置き、前後に植え付きハーフブロックを置きます。次はサボテン側にホッパーを4つこのように取り付けます。チェストをホッパー横1マス開けて土につけます。上のホッパーをチェストにつなげます。線路をつなげていきます。ホッパー上にパワードレール。向きを変えてホッパー上にブロック。パワードレール手前にディテクターレール。ボタンも忘れずに。中心のレッドストーンブロック上にパワードレールを置きます。線路をつなげていきます。パワードレールを今だけ外します。こちらも同じようにレールをつけます。
レール上にブロックを置きます。全部置く前にホッパー付きトロッコを線路に走らせておきます。上付きハーフブロックを周囲につけていきます。外向きの階段を3段置いていきます。ハーフブロックで屋根を作ります。外から確認したいのでここの壁はガラスブロックにしました。右から2番目は開けておきます。開けている真下に行きます。足場を開けている場所までつなげて行き来できるようにします。ボタンを貼り付けてドアを置きます。次は上を開けておいたホッパーにチェストをつなげていきます。とりあえず3個つけたけど上は空いてるからもっとつけれるね。上に作った部屋の住人を召喚します。アイアンゴーレム4体くらい作っておこうかな。シュルカーが来るからあとはよろしくね。一番下の土の下側と横にボタンつけます。ボタンつけるとレッドストーンダストが十字になるから、この3箇所はハーフブロックにします。スノーゴーレムの上にもシュルカーが来るの。ハーフブロックに変えておこう。シュルカートラップ完成です。さて早速試してみよう。なんか視線感じるな。いつもありがとう。戻ってきたわ。トロッコは勝手にチェストへ収納。道に来て壁の隙間からレバーオン。シュルカーの回復がちゃんとできてる。戦闘の末スノーゴーレムが負けたら上から作り直します。チェスト見てみよう。少しずつシュルカーの殻が溜まってきてる。ここに結構溜まってきてるわ。シュルカー部屋にたくさん溜まってきたら、ドロップさんの剣で減らしながらトラップの稼働を続けます。4匹くらいは残しておこうかな。何個かシュルカートラップを作ったけど、一番安定していてなおかつ装備の耐久も減らず、半自動で稼働できるトラップがやっと完成しました。チェストの置き場所やポーション製造機を作るときはこちら側がおすすめ。ポーション製造機や金インゴットに困らなくなるトラップの動画 URL を説明欄に載せておくのでそちらもチェックしてみてください。ではではまたね。